しょはい、おはようございます。木村健太です。今回の木村健スタイルはですね、思いつきで決めました。淀川です。はい、今3月末ということで、ちょっと早いかもと思いながら、僕自身2年ぶりなんで全くわからないです。とにかく今朝駐車場止めて30分歩いて行き上がってます。もうちょっと歩かな水辺につかないんですけど、とりあえず頑張ります。よいしょ。ここから足場悪いです。ギリギリいけるっていう最高のコンディションですね、これ。とりあえずここから適当にやってみたいと思います。というわけで朝一、とりあえず舐めてかかります。はい。ちょっと羽曲げすぎてたのかな、これ。なんかもうね、水位的にパーフェクトなんですよ、今。あるかなと思ったりして。ちょっとタックルをなるべく減らすのに今フロロでやってるんですけど、ほんまはナイロンの方がいいと思います。いい感じちゃうこれ。適当。MZ の使い方ってこんなんやったっけ。なんかいたね。なんかいたね今。なんかいましたね今。いるね、完全にいるね。ちょっとこれじゃないわ。これじゃない。完全にいる。ちょっとダッシュ出るわ、ローテーション。ちょっとでもトップやから浮いてきてる可能性あるから、ちょっと一か八かなんですけど、センベイトですね、これは。でかいね、あれ、多分。パワーウィグラーの大きい方、プロトタイプ。一撃で決めたいな、あの魚を。もうちょい水面直下でいかなあかんか。しまった。フロッグ持ってきたらよかった。下手くそ。くわしゃくた。よっしゃ。よいしょ。こいつでした。イエーイ。仕事が早い。幸先ってこういうことですね。はい。はい。2年ぶり淀川フィッシュです。はい、登場ジャストですね。はい、サンキュー。58分でした。帰りましょう。ボイルあってテンパってルアーの解説とか完全忘れてます。
はい、ウェイテッドピアスですね。ヘビー702、パワーウィグラー 5.5 インチ。びっくりした。今もう水面とか背中出して追っかけてきよったっす。あ、くるくるくるみたいな。あるんですね。まあ、ちょっとトップからやっといて正解でしたね。あれ、一撃目で見捨てたら、あのボイル見落としてるので、もう一匹は笑えな。ちょっと岸際パチンって当てて落として、木の隙間通した時あったよね、確かにな。紙キャストからの水面こうやってヒューって出してきたらブーッとっていう食い方でしたね。でもこのドンつき以前気になるから一発だけちょっとパーフェクトコースをこういってこういって出てこへんか。今日独り言多いな俺。多少スピードがないと多分ね焦りよらへんからウェイテッドで正解やと思うんですよね。あ、こっちからの方がパワー。あ、俺の影落ちひんこれ。釣り切ったな。ここでおらん方はおらんでしょ。で実はパワーウィグラー 5.5 インチを淀川用に作りました。いやほんまなんすごい。パワーウィグラーです。まあもう実は発売から2年以上経ってる、まあ、パワーウィグラーなんですが、この度というかこれも実は2年ぐらい開発してるんですよ。パワーウィグラーのでっかい版。もう正直ね物体的ボリュームが足りないなっていう時にもう4インチで引きつける力が足りないっていう時に作りたいなっていう僕の結構自己満足で作り始めたものなんですが、思ったより難しくて、でまあいろんな用途もあれもこれも入れたいこうしたいって言ってたら、気づいたら2年経ってます開発し始めて。でまだ依然開発中なんですけど、まあ、特に今回、淀川にロケに来てむっちゃけね淀川で使いたいっていうのもあったんですよ。実はやっぱりでっかくてテロテロ泳ぐやついるなっていうことで、すごい力を入れて開発し始めているものです。やっぱりシャドウテール系ワームなんで、いわゆるね、なんでこういったオフセットセッティングで使えるっていうのは非常に大きなメリットの一つです。まあ通常のトリプルフックタイプだとどうしてもカバーツルッとかできないんで、レイダーの上通すとかそういうアプローチができないっていうこともあって、まあこういう、まあ、特にウェイテッドリグを使ったものって結構姿勢も安定するんで、まあすごいいい動きが出るんですけど、ただこれだけでもなんかちょっと寂しいなと。まあ例えば4インチやったらスイミングジグのトレーラーとかいろいろ使い道あんねやけど、これだけでもなっていうことで、考えました。そうやん、ラインするパーツをこういうライン通すパーツを一緒につければこれできるやんっていうことになりまして、普通のスインベイトとしても使える。ましてやこのラインするパーツのこの隙間ね、ここにウエイト挟んだら調整もできるやんってなって、こういうパーツとかを作り出してるので余計に時間かかってます。すいません。一回このマジカルコーナー適当に真ん中引いてて食うとかそんなあんまない淀川ってタイミング次第やと思うんですけどね。あー食った。あーくっそ失敗しちゃった。もう一匹おるやんか。失敗しちゃった合図。おるここね、
このマットの下からもう安定で、あかんか、ちょっと置いとかなあかんかったか、今失敗しよったっすわ、完全に。多分でかいさ、あいつも。ちょっと待って、枕直しの今ね、完全に食い損ねとったっすね。やっぱ水面は大きいわ。多分あのマットカバーの下におったんですよ。ここに一回乗せてこういってあげる。ポワンって。ちょっと賢いな。さっきのやつより賢いぞ、一回り。でかいですけど、多分。このアプローチじゃないと多分出えへんね。これ逆サイから超フィネスアプローチしたら食うかもしれんけど、多分ね、取れるサイズじゃないんですよ、下手し。どないしようかな。カバー打つ感じか。もう一発やってあかんかったらちょっと置きますわ、こいつ。多分ね、どかへんとは思うんやけど、ルアー見せるとあかん子ですね、あれ多分。ちょっと向こう側からなんか柵を講じます。バカの尺打てますよ、金券スタイルでは。打ってなかった。今のリアクションあかんか。ボロンやったで今。あいつはちょっとこのポジションからじゃもう絶対無理な魚と判断いたしましたから。はい、終わりっす。あかんか。ここめっさそれそうやな、これ。これ。ねえ。もうええてって思ってんやろな、バス。あ、ほや、そこ入れとるって。あ、痛いやん、なんか。いやバスやん、痛い。もうええって言うてへんかったっす。あ、でももうええっての出てき方でしたね。一瞬見たけど、もうええってでしたね。やっぱこれ。これやっぱ。なかった。即興で仕上げました。スパーウィルアの新色に8分の3オスコンサージュです。完璧やん。気流の中をさらにスピードアップさせたいので、ジグストでこうパン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 
夕方になったらフラフラフラって泳いでくるでしょ。なんかやり方間違うてるの、異常なし。ウエイト軽くしようかな。よいしょ。10g ね、ちょっと琵琶湖のまんまのノリでやってるんで、少し水深の浅いとこしよう。ウエイトをスライドさせて外す。思い切ってちょっと 5g に軽くしてみます。ちょっとね、ところどころ深すぎたりするんで、ちょっと滞空時間を長くして少し食いやすくしてみようかなということで、スライドさせる。針が上になるように潰した状態からセットする。でちょっと硬ければフライヤーで押し込む感じで、ね。これで 5g ウエイトチェンジです。かなりゆっくり落ちると思うんですけど、ちょっとふわっとやってみます。たでこれ残すなっちゅうねない。持って帰りましょう。この光線、このフットボールをねあえて選んでるのは、ここねあんまりボトムの起伏激しくないんですよ。ガリガリとかブレイク超急とかじゃなくて、割となだらかに落ちちゃってるんですけど、ところどころゴロタとかあるんですよね。でそういうのにガツッとスタックしかけるみたいな状態を作りたいんですよ。わざと移動距離を抑えたいになるべく。なのでどうしてもポイントヘッドとかやと、普通のテキサスとかだとつるって抜けてきちゃうんですけど、こいつは結構食いつくんで、ボトムにしっかりこう丁寧に丁寧に。それこそネコリグとフットボールって結構もうトップ2なんですよ、この移動距離を抑えれるリグの。これをヘッドに採用することでよりこう滑ってしまわないっていうメリットがあるので、より丁寧にやっていけるということですね。はい、こちらがバークレーのパワーベイトマックスセント紫パッケージです。これはね、実はもうアメリカでは発売になってるものなんですけども、実は去年ぐらいからサンプルもらってて、言うてもそんな違うかなということで、ちょっとテストしてたんですよ。結果、めっちゃ釣れるっていうことで、頼むから日本で持ってくださいっていうことになって、ようやく、年内に発売できるかなっていうタイミングに来てるワームのシリーズです。マックスセントってどういうこと？いや、めっちゃ匂いです。めっちゃ匂い。匂いを画像でこの動画でお届けできないのが残念です。くさってなるやつです。ただ、従来のバークレーも十分匂いがっつり入ってたんですけど、こいつに関してはもうパッケージを見てもらったらちょっとなんか湿ってるでしょ。いや、ウォーターベースのフォーミュラ、これね、もうちぎってこうグーって押し出すと、まだここ中からなんかじわじわ出てくるみたいな、すごい不思議な素材で、このなんていうの、押せば押すだけ出てくるみたいな、もうほんまに染み込んでるんですよ、しっかりっていう。これ新素材で、従来どうしてもガルプとか水溶性の、フォーミュラが染み込んでるものっていうのはあったんですけども、どうしてもカチンと動きが出しにくいっていう素材だったんですけど、これに関してはちゃんとワーム素材なんですよ。ほぼほぼ柔らかさがしっかり出て、アクションも出る。でプラス
ガルプ並みにこうしっかり汁が染み込んでる。乾いてちっちゃくなっちゃうってこともないんで、リグったまま置いといても全然 OK だし、しばらく使い込んでて、どうしても普通のワームやったらしっかり漬け込んでたとしても使ってたら匂い抜けていくんですよ。なんで最初の本当の数頭だけとかしっかり匂いが持たないんですけど、これに関してはもう丸1日使った後にもう一回こうやったらまだ匂い残ってるってなるんで、それぐらい結構匂いの持ちがいい。さっきも言ってた実際どれぐらい効果あるのと思って結構冬の琵琶湖とかで試しまくってたんですよ。そしたらね、ちょっとボトムフィッシングの新たな扉が開いたと言っても過言じゃないぐらい、僕はあんま大げさに言わない方なんですけど、本当にそう思うぐらいバイト数が増えてます、明らかに。よっぽどでかいのいるっていう時しかやらないんですけど、猫リグだったりとか、ボトム系の釣りでもう放置してるタイミングアクションしてほっといた時のギャンって持っていくっていうのは結構本気食いに近いところもあって、匂いパワーってあるなっていうのがこのワームの印象です。日本でラインナップされるのは、今持ってたキングテールっていうカーリーテールタイプ、キングテールに関してはテキサスだったりとか、フットボールヘッドで使うことがあるんですけど、こいつに関してはヒットワーム、これはネコリグダウンショットジグヘッド、いわゆるストレートワームなんで、いろいろで、もう一つが D ワーム、これ結構僕何でお気に入りワームです。こちらロングワームですね。ロングワーム、細い系、これはもう僕ズバリネコリグで使ってます。結構ベーシックなシェイプなんですよ、あえて。ここでちょっと匂いパワーを体験してほしいなっていうものですね。非常に注目度の高い新素材です。待ちに待った新素材。魚餌探し出したら絶対見えてまうと思うんですよね。うわちょっと待って、今投げれへんねん俺。ちょっと待って、何食ってるか分かったぞ。ちょっと待ってよ、ただ動けへんやんか俺。今気づいてないですからこいつで、ボトムに半多めでピンとかやればいける感じの。今一匹なんやかんやしてる間に入ってきたんですよ。でボトムでね、これぐらいのベイトをピュッピュッて逃げてんのを結構ボトムもろともこうやって食おうとしてた見たんで、イボクシャドウでちょっとボトムめくる感じのアプローチでいってみます。ちょっとスピードリアクション1回隠してポンってやったら一発で来るかもしれないですけど、結構一発勝負やな。あかんかな。どっち行ったあいつ。難しいね。全体的にありえる感じなんやけどない感じですね今のとこ。なんで釣ったのにこんな空気にならなあかんし。50アップやで、かっぱり50アップやで。太陽がもうすでに昇り始めてます。昨日夕方より朝一の方がはるかにパワーあったんでもうすでに朝から20分ほどは歩いてます。はい、ロッチはやめましょう。コインパーキングでチャリやったらこんなことせんでええねんけど。いない説。いない説。終わった。
パーフェクトコースでもダメか。ダメだ。いない。ほら。いない。3月末やで。そんな岸見てない。いないっす。まあ初日の朝一ドカンからの現実タイムに直面しておりますはい、まあ多分何が起こってるかっていうと、昨日のね到着した段階ではもう少しだけ水位があって、まあいろんなところに水が通ったりとか、あとはちょっと濁りがあったりっていういい状況だったんですけど、どんどんね魚のスイッチがオフになってきてます。でまあ多分本流に近づいた何かなんだろうなっていうキーは見えてるんですけど、いかんせん難しいのはちょっとクリアアップっていうところがあって、どうこれから詰めていこうかなっていう段階なんですけど、一応僕の頭の中では、まあ、以前これ系パワーウィグラー 5.5 でやったりとか、まあ、あとはビッグベイト系、もうこれはもう淀川の魚のサイズを考えても、もう必要最低限これぐらいウエイト感がないと魚が引けないなっていうイメージなんですよ。なんで結構大きめのルアーっていうのはもう一つマストアイテムとして自分の中心に置いてるんですけど、もう一つクリアアップした時に、まあ、これはもうどこのフィールドでも一緒なんですけど、普通のスピード感じゃ騙せない。要はルアーをバンって見ちゃうともう行ってってなるぐらい人がいるフィールドなんで、まあ、そういう時はスピードに頼りたいということでシャドウですね、まあ、イボークシャドウ、まあ、今 MR ついてますけど、もっとスピード上げたいって時は SR、まあ、ノーマルにしてもっとブルンブルンって抜いてきて隠して抜いてみたいなイメージで壊せる。これ今2つね、見せる見せないで、もう一つは逆に思いっきり見せる、もうなんならあんま動かさない、まあ、これ今まで僕の金券スタイルであんまり見せてないタイプの釣りなんですけど、まあ、正直マックスセントっていう存在に対して、僕は今年非常に助けられているんで冬の琵琶湖からずっとね、まあ、これを流れに乗せてドリフトっていうのも一つ考えてます。なのでこの3本柱で今回は絞っていこうかなということで、引き続き頑張ります。結局浮いてあそこまでベタンついてくるやつじゃないと多分怖いんですよ、どっちみち。テターがないな。これカープ上がってきた、ひょっとして。ここでもハードボトム、何今の切れたで、もう取れたで、何琵琶湖の大ナマズ何今のこのストレッチやな、このストレッチ。こうかこうかのどっちかやと思う。そうです、まだ早いです。来週です。 X 下手し明日とかでもおかしくないですよね。はい、あ、まあ喋りかけんといて最悪のやつあたりなんで謝ったんほんでプロってこんなバックラすることあんねん。しかも人のせいやで喋りかけたやつのせいにで、喋りかけた俺やであー、来た来た、バスいた入ってきたやっと。ちょっと待って、うわこいつそういう感じじゃん。あー見た、クソ食え、こいついけろちょっと待って、動きたないよね。
やっと入ってきたぞ。しかもまあまあでかいぞこいつら。今見よった一瞬。こいつ脈あるぞ。やっと入ってきたわ。このチャンスは逃したらあかんねんけどな。あんまりは見せたないねんけど。2匹おったっすよ今。1匹ガン見やったんけどな。ほんま夕方しか上がってこないんですね。シャットじゃないんか。これも結構一発勝負やねんな。バス危険察知された。異常なし。異常なし。はい、というわけで、何も起こらず2日目あいつのせいかなとか思ってます。満月なんかリアルすぎる感じになりましたね初日の朝一で終わったっていう感じで、まあちょっとね今日すごいチャンス感じてたんですけど最後の方、壊せれず、スポーニングが本当直前すぎて壊せづらい周期に入っちゃったかなとかも思ってるんですけど、まあ何かやり方あったはずなんで、また勉強してリベンジします。ありがとうございました。多分明日からやでこれ。